高橋です。今日は新春企画第2弾ということで、よく皆さんに聞かれること、例えば写真ってお金になるのとか、写真で食っていけるのっていう内容に関して、私なりの見解とか、一番効率のいい稼ぎ方とか、そういうのを話していきたいと思います。で、私自身の、収入の分析も最後の方にまとめたいと思います。この順番で話していきたいと思います。まずフォトグラファーの種類。あえてですね、今回フォトグラファーとかカメラマンとの区別をしないで、写真家、大くくりに写真家の種類、2番目に仕事の取り方、3番目に私の収入の内訳、最後に、まとめたいと思います。フォトグラファーの種類としては、この大きく3つに分けられると思います。人物とか動物を主に撮ってる人、あと物とか撮ってる人、あと自然現象を撮ってる人、時々これを複数またがって撮ってる人もいます。じゃあこれ実際具体的にそれぞれどんなものを撮ってるんですかっていうのを、説明したいと思います。人物動物で撮影するものって大体こんな内容じゃないかなと思います。ウェディングフォト、学校のイベント、それに伴うアルバムですね。家族のイベント、七五三とか葬式とか結婚式とか、あとモデル撮影と様々なコンサート、あとマラソンなんかのスポーツなどのイベント、あとペットなどもあります。物は本当ありとあらゆるものですね。食べ物とか、あと家具家電、あと食器とか、あと建築物とか工場とか新築の家とか、本当にありとあらゆるものです。自然、よくネイチャーって言われてるのはこの大きく3つに分けられるのかなと思ってます。野生動物、風景と星とかね、天体とか撮ってる人。さっき分類したこの3つのジャンルのうち圧倒的に需要が多いのは1と2、人物とか動物、物なんですよ。圧倒的に需要が少ないのが3のネイチャーで、私がやってるのは3番目のネイチャーなんですね。仕事の取り方も1、2と3は違うような気がします。人物、動物、物の仕事の取り方なんですけれども、いくら需要が多いからといって黙ってても向こうから仕事がやってくるわけではないんですよね。私の知り合いに地元の写真館やってる人いるんですけれども、その方は地域の学校から毎年卒業アルバムとかイベント、遠足とか運動会とかの注文を受けてるみたいなんです。複数校あるんですね。 ABC 校とかで、また DEF とかは他の人みたいな感じで、もう役割分担が決まっていて、その人は毎年そのイベントをもらうと。で、そうなってる時に新たに食い込むことってなかなか難しいんじゃないのかなってちょっと私思いましたね。学校ってどんどん減ってるじゃないですか、少子化になってきて。なのでそういう写真館でアルバイトをしたり働くっていう手は一つあります。今割と写真家を登録をしておいてマッチングというか仕事が来るっていうことが多いみたいです。その写真家登録って結構あって、このサイトがいろんなのを紹介してます。これを貼り付けておきますね。実際フォトグラファーをこういうの撮ってほしいっていう風に宣伝っていう、なんていうっけ、こういうのを撮ってほしいフォトグラファー募集みたいなのをビジネスマッチングサービスっていうのがあって、これ見つけたんですけれど、割といろいろありますね。安いのはイベントなんかチャイナ女子会の撮影会お願いします、予算1万円までなんてちょっとふざけた内容から、上限なしっていうものまで本当いろいろあります。こういうサイトで仕事を見つけることも可能だと思います。人物撮ってる人はよくウェディングとか撮ること多いと思うんですけど、結婚式場に登録しておくことができるって前に聞いたことあります。ただ本当に最近結婚式しない人多いですよね。写真だけ残すとか、新婚旅行に力入れてるとか、そういうの聞くとどうなんかなっていうのもありますけど、ただウェディングフォトは割と名前の知れた人撮ると本当上限
がないみたいな感じになるって聞いたことありますね。ただ今はやっぱりね SNS だと思いますね。これインスタグラムのウェディングフォトだったり動画なんですけども、ものすごい綺麗に写ってるんですよね。もちろん背景とかライティングとか工夫して綺麗に写ってる写真たくさん出てるんです。それで圧倒的に綺麗な写真を撮る人っていうのはすごい人気があって、1年先待ちとか聞いたことありますね。自分のサイトの中に他のウェディングフォトの人とは圧倒的な違いで美しく撮れる人とかもしいれば、何の苦労もせずに集客できるっていう話なんですよね。自然写真って他の2つに比べて需要が少ないんですよね。私の考えつく感じだと下のこの項目がお金になる内容だと思います。雑誌とか旅行代理店とかのチラシとかいろいろあるんですけど、それの写真担当、有名な写真家の弟子入りをして長いことやってると、こう客先とかですね、仕事を分けてもらえる。あとガイドとかセミナー、講演会、あと写真展するって何かっていうと、広く見てもらいたいっていうのもあるんですけど、パネルの物販っていうのが私とかはメインなんですよね。でそういう内容になってます。一つ一つ見ていくと、雑誌って日カメ、朝日カメラマン、大手の写真雑誌みんななくなってますよね。あとガイドセミナーって言ってもね、安定した数受けられるかっていう問題もあります。あと講演会はよっぽど聞きたくなるようなバックグラウンドがあるんだったら依頼されるけど、そんな、月に10本とかそういうのはないですからね。写真展、これもね割と集客どのくらい入るんだろうっていうのがありますよね。なので一番これ安定してるっていうのはやっぱお弟子さん。日本だったらやっぱり有名な写真家に弟子入りするっていうのが一番安定してるっていうか、とはいえ石の上にも3年とかっていうことがあるように、結構長い期間カバン持ちしなきゃいけないんで大変だと思うんですよね。私の知ってる限りネイチャー写真家で写真だけで食べてる人って多分ほんと数%ですよね。やっぱりどっか副業メインまたはメインの仕事を持ってらっしゃる方が多いです。例えば水中だったらもともとはガイドさん、水中ガイドさんやってたりとかやってる人多いですよね。次は高橋の収入ですね。多分ほとんどの方これしか興味ないというか、これが興味あるんですよね。でもそんな絶対値は出さないですよ。で私はさっき言った写真だけで食べている数%の写真家のネイチャー写真家の一人だと思ってます。で大体は、大型のパネルとか、あと私のウェブの方に、問い合わせがあった企業さんだったりとか一般の施設の方だったりとかが、例えばそうですね、ロビーに飾りたいとか大きなパネルを、または大型の液晶パネルに動画を流したいとか、そういうコンテンツを求めてられたりとかする場合があって、それを販売してます。写真展で販売するのが、中型のパネルの多いところなんですけど、だいたいそうですね、15枚から20枚売れば目標達成かなっていう感じですね。でこう見てみるともちろんセミナーとか講演会もありますが、さっきも言ったようにそんな数はないです。で私の以前の出費っていうのが活動費なんですよね。とにかく大きかったんですよね。1回撮影に行ったら多分100万近くかかってたんですよ。で 5,6 回行くんで、そんな金額になるわけですよ。で機材もやたら1回しか使わないのに買ったりとかしてたんで、これもねすごいかさんだんですよね。
で収入のほとんどを活動費と機材で食ってたんです。で今の出費は活動費っていうのがだいたい海外のボートのチャーター代だったりとかなんですけれども、私一人で行くんじゃなくて、同じ写真を撮る方とかそれを見てみたいっていう方とシェアする、ボートのチャーター代をシェアするっていう形に最近はしてます。なので活動費はほとんどゼロなんですよね今は。で機材もそうですね、これはサポートなんでしょうけれども、借りたりとかね、そういうことで半分くらいに圧縮になってます。まとめに入りたいと思います。食っていけるか食っていけないかって言ったら食っていけます。 SNS とかで活躍してる人物とか物とかを、ペットとかを撮ってる方で年間数千万円プレイヤーっていうのは本当にざらにいると思います。ただネイチャーって言ったら結構さらに厳しくなると思うんですね。携帯でパシャパシャやる時代だし、 AI は結構何でも作っちゃう時代になってきてるんで、私前リーマンだったんですけども、収入に関して言えば圧倒的にサラリーマン、会社員だった時の方が安定してます。だからといって、会社員辞めてから後悔したことあるかって言われると、一回も後悔したことはないです。こんな感想を持つのは私だけかなと思って、数年前に会社を辞めて専業のフォトグラファーになってる友達とこの前話をしたんですよ。しみじみなんでもっと前に会社辞めなかったかなっていう話になったんですよね。会社員って会社員だけじゃなくて、中に従事してる時って自分の自由な時間を売ってお金をもらってるんだなって今思うんですね。時間の大切さっていうのがすごい今身に染みてて、誰かのために時間を使ってる場合じゃないなってつくづく思うんですよね。